早い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 。4K60p ALM。どうもこんばんは、マジのうちのです。今日は6月5日ということで、任天堂 Switch 2がいよいよ発売になりました。私も発売日当日にゲットすることができました。現在6月5日の10時14分でございますね。夜10時14分でございます。発売日当日の夜にゲットすることができました。おめでとうございます。見事当選でございます。早速開けてみましょうか。やっとね、子供たちが寝ましたんで、開けることができますよ。ね、見事ね、任天堂株式会社っていう風にちゃんと書いてある。ちゃんと書いてある。うわ。よいしょ。開けながら話していきましょうか。今日もね、ポッドキャスト形式で。ちなみに発売日前日ね、昨日になって、NVIDIA の CEO はね、岩田社長との思い出を語りましたね。なんかちょっと嬉しくなったね。こんな感じで入っていまして、じゃじゃんと SD カード、エクスプレスカード。初めて見た。ちっちゃ、マイクロ SD カード。改めて見るけど、なかなかマイクロ SD カードってまじまじと見ないからね。すぐ買ったら入れちゃうからね。で、そして多分、こっちが、質素だね。これ多分あれでしょ？ゲームキューブコントローラーでしょ？以上です。箱の中身はこんな感じでございます。シンプルだね。この多分ゲームキューブコントローラーと、マイクロ SD カードと、任天堂 Switch 2が入っていました。マルチランゲージシステム。英語がやりたいだけに、もう本当にこれを買うしかないっていうね、状況です。2025年4月4日19時39分28秒に追加パックを買って、4月5日、その日の夜ね、午前2時31分に応募完了してた。午前2時半も頑張ったんだね。で、3週間後、4月24日10時42分夜に当選確実のメールが来て、見事発売日当日に届いたって感じですね。おー、なんか普通になんか、ホコリとかついてるけど、まあいいか。ゲームキューブコントローラーだね。懐かしのゲームキューブコントローラーだね。多言語版ね、買わなくてもいいかなと思ったんですけど、多言語版を買いました。英語やりたいんで、英語でゲームがしたいんで、わざわざ多言語版買いましたよ。この本体が 69,980 円で、このマイクロ SD が 6,980 円で、ゲームキューブコントローラーが 7,980 円、つまり77,000で 8,000で 84,940 円。ね。これでもう84,000円ですよ。85,000円。もうこれで85,000円。これ85,000円。あれこれはいらないとして、これもいらないとしても、これだけでもう7万だからね。任天堂のゲーム機7万するっていう時代になっちゃった。どうなん？そんな大きくないね。なんかもっと大きいの想像してたけど、そうでもない。そんなびっくりするほどでもない。こんな感じ。これ充電されてんのかな？なんか持ちやすい。なんか、サイズがちょっと違う。サイドボタンがめっちゃ押しやすい。めっちゃ押しやすい、ここ。こんな押しやすくなってんの？前の何だったんだっていうぐらい、サイズ違い。で、こちらでございます。どうやってつけんだ？左右逆とかつくの？なんか適当にやったけど。上下反転つく。上下反転つくよ。ここ、見てください。ここやると、ポロンって、ここまでいく。なんていうの？こう120度ぐらいまでいくのかな？ 120 度ぐらいまでいく。で、ゲームカード挿すところ。ここが、なんか、1よりちょっと頑丈になってる。で、USB つなぐところが2箇所。で、排熱が少し大きくなってる。有機 EL。電源ボタンはなんかほぼ一緒だな。わざわざ
わざわざ違うサイズにしたのかな。逆に、ボリュームボタンは小さくなってる気がする。でも、押しやすくなってる。ちょっと平べったかったな、有機 EL モデルは。なんでこれ上下反転につくんだろう。まあ、無機的にこうかな。せーの。ほら、こんな感じになるから。これはね、ちょっと、ちゃんと片方ずつ、レバー引くのは片方ずつやらないと、スライド式だと、こうね、絶対に、なんだろうな、スッて両方いけないから、こうやって片方、必ずこの所作になるけど、こんな感じで落とせちゃう。まあ、これちょっと注意だね。せーので落としちゃう。HDMI ケーブル、ついてる。ウルトラハイスピードついてくる。電源アダプターは何ワット？電源アダプター。何ワットかだけ見て、あった。インプット100から240、50、60Hz、1.6A、アウトプット 5V、9V、15V、20V の 3A、15W、27W、45W、60W。じゃあ 60W あればいいってことだね。何これ。なんだどうなってんの？なんか、サルンって溶ける。サルンって取れる。まあ、いらんでしょ、この蓋は。しまっとこう。で、有線 LAN 端子。と、あとは、USB-C。電源用ね。電源用映像音声と LAN 端子がありますね。42W。このドックは 42W らしい。そうなんだ。なんか、ノリがついてる。すげえ。ちゃんとウルトラハイスピードってマークついてる。任天堂もウルトラハイスピードを推奨するようになってきた。まあこれいらないね。ストラップね。そんな激しいことしないからまあいいでしょう。ウルトラハイスピードもちょっともったいないんで開けるの。うちのウルトラハイスピード使うんで、もう持ってるのでね。1の時は、専用のドックじゃないとテレビモード出さないっていう風に仕様になってたんで、まあ多分今回もちゃんとドックでテレビにつないでくださいねって多分なってると思うんで、ちゃんとドックも使うことにします。スイッチオン。つくかな？つかない。まさかの。最初テレビ映んないのかな？最初テレビ映んないのかな？映んないらしい。純正アダプター使ってみよう。やっぱ純正アダプターだ。やっぱ純正アダプター使えばいいんだ。ワイヤードコネクション。ワイヤードコネクションがちゃんとある。Wi-Fi、インターネットないとダメかな。すごい。なんかバックグラウンドできるんだ。With Nintendo Switch 2, you can play games wherever you want, however you want.You can adjust the stand to get the best viewing angle. なんかこれは別にテレビモードでも共通なんだね。Detach Joy-Con 2 controllers as shown. この辺はもう見りゃわかる。You can use the accessories that came with the system to hold the Joy-Con 2 controllers in multiple ways. Skip. Choose your style. You can change it anytime.Ready to update the system. アップデートすんの？アップデートするって。このくるくるがめちゃめちゃ可愛いんだよな。くるくるがめちゃめちゃ可愛い。これギガビットイーサネットだよね、さすがにね。システムアップデートが意外に早かった。If you have a Nintendo Switch, you can transfer data from your Nintendo Switch to this Nintendo Switch 2.Select this option if you don't want to have a Switch.これさ、今やんなきゃダメなの？
今やんなきゃダメなのこれ。システムトランスファー。If you have a microSD Express memory card inserted, you can use the inserted microSD Express card to store data for downloadable software, screenshot, etc. 端子がめちゃめちゃ多いね、これね。端子。ちょっと一旦切れますよ。足を広げたところに穴がございます。You can use this microSD card once system updates. なんか、マイクロ SD カードを使うためにアップデートが必要。またアップデートかい。さっきやったやん。マイクロ SD カード can now be used. Please continue without ejecting the micro SD card. OK. First sign into your Nintendo account. 今度は Move system and source system close together to transfer data. Move this system and the source Nintendo Switch system close together. OK. Please do the following on the source Nintendo Switch system. おっと、こんなボタンあったんだ。なんかシステムトランスファーと Nintendo Switch 2ってのがあって、これを押してみると、Continue the setup process until you see searching for Nintendo Switch 2. OK。なんかもうこっちもシステムアップデートじゃん。その辺のケーブルで充電しておきます。充電できてる。アップデート now.The system update is complete. You can now continue with the system transfer to the Nintendo Switch 2 system. System transfer next. Let's go. Search. Make sure your Nintendo Switch 2 system is nearby. なんか言われてる。はい、どうぞ。Users who have not linked a Nintendo account will be removed from this system and transferred to the Nintendo Switch system. だから Nintendo Switch、Nintendo アカウントがないアカウントは、コピーじゃなくて、カット&ペーストされると。で、Save data for the following software will be removed from this system and transferred to だから別にもう、体験版のデータも持ってってくれるんだ。Connect AC adapter before starting a system transfer process. 繋いでんのに。1の電源アダプター持ってきました。刺したらね、やっぱ、刺したら始まったよ。なんか古いやつから新しいやつに持っていきますってことで、オーレットモデルでちゃんと出んだね。ありがとう。スタート。どれぐらい早いのかな？てか、どうやってこれやってんのこれ。Wi-Fi なのかな？でもこっち Wi-Fi 知らないよ。どうやってやってんだろう。こっちは Wi-Fi で、こっちはイーサネットでコピーしてるのかな？それとも、ピアツーピアの Wi-Fi なのかな？どうやってこれ、システムトランスファーしてんだろうって。これ時間かかるなぁ。何分かかるんだろう。何分かかるのこれ。今、10時56分にスタートしました。10時56分にスタートしました。何ギガあったんだろう。意外に早い。意外に早いな。あんまダウンロードソフトなかったんだっけ？ Keep System Near Each Other ってやってるから、なんか、やっぱこれなんか、ピアツーピアでやってんのかな？ Wi-Fi で直接通信してんのかな？ルーター介さず。この絵の通りだよとか言われたら困っちゃう。確かにって感じ。Data has been sent. Please wait until the process is complete on the Nintendo Switch 2 って。なんかお引越し簡単になってるね。前なんか Wii U 買った時なんかやんなかったけど。システムトランスファーコンプリート。イェイ。The theme color from the source system will be carried over. じゃあダークモードになる。おーかっちょええ。セットアップコンプリート。ピッ。終わりかい。でも画面めっちゃ綺麗じゃない？サクサク動く。
しかもなんか画面細かく綺麗。画面めちゃめちゃ綺麗。この虹色のさ、クルクライコンめちゃめちゃ可愛い。HDR でしょ？テレビリゾリューション。4K。これ多分 4K なんだよ。ドックアウトプットインフォメーション。4K60p。HDR 出してるよと。HDR60p。あれでもなんで、リフレッシュレートってもっとそっか 4K60p が限界か。モニターは240までいけるけど、さすがにスイッチ2は 60p が限界になった。Just HDR。HDR All Software Auto NTC ALM。120Hz。これは、120Hz は 1080p と 1440p まで。Match TP パワーステート。多分 HDMI-CC だっけなんか RGB。フルレンジ。こういうロゴもちゃんと 4K になってる。ロゴっていうか、こういうソフトのカートリッジの画像もすごい綺麗になってる。4K になってる。多分これはもうソフトによるんだろうな。ちゃんと追いついてる。追いついてる。いいね。おお早い。いいね。早いね。早いよ。で、ちゃんとキャッシュもしてる。これは、キャッシュは、この辺消えたね。もうキャッシュ消えた。風のタフトとかな別にやりたいと思えないんだけど。F0。なんかなもうちょっとなんか面白いソフトないのかって感じ。8セントのディスクを採用した。確かこれ松下電工とコラボして作ったんじゃなかったっけこのディスクドライブ。だから、パナソニックからこのゲームキューブを読み取れるさ、ゲーム Q だっけなんか謎のデバイスが出た気がするけど。結構なんかサクサクダウンロードしてくれるんだね、ソフトね。4K になってんのか、これ。この辺とか 4K じゃない。この辺 4K だけど、なんかちょっとぼやけてるでしょ。ここすごいぼやけてるでしょ。で、ここもちょっとぼやけてる。ここをくっきりして、いや違う。ここはくっきりしてるけど、ここはくっきりしない。ただなんかこう、なんかもう画像になっちゃってるかな。なんか、ここは綺麗だけど、ここすごいぼやけてる。なんか、まあ無理なものは無理なんだよ。全部が 4K になってるかっていうと、そうじゃない。やっぱ、ネイティブに作ってるわけじゃないんだよな。そこすごい残念。まあなんか、一部 4K って感じだな。まだ。やっぱり、なんかちょっと残念だな。まだ、初日なんでね、初日なんで、まあしょうがないっちゃしょうがないかな。まあ、これから多分いろんなところがこう 4K になっていって、4K モニターで見たときに、何もね、違和感ないなという。でもなんか、これも発売初日にしか体験できないことかなと思うと、ちょっとこう、ポジティブな気持ちになれる。嬉しい。発売日にゲットできてよかったっていう気持ちになる。いい思い出だな。今回は初めて YouTube で実況しながら開けることができたし、ちょっと楽しかった。何よりね、性能がいい。ちゃんと 4K だしね。ちょっとゲームやるのも楽しくなる。画面綺麗だから、4K でやれるのはいいね。ナイスだわ。ありがとうございました。ゲームチャット誰もスイッチ2もいないから、この機能やるためには任天堂スイッチ2を持っていて、かつ一緒の時間を共有しないと遊べないっていう、まあ、難狩りなゲーム機能でございます。皆さん、任天堂スイッチ2ご紹介でございました。ありがとうございました。おやすみなさい。法則です。Nintendo Switch 2のカメラわざわざ買わなくても iPad の画面を映すことができそうです。Apple の HDMI 変換アダプターに HDMI ケーブルを挿して HDMI を USB-C にするキャプチャーボードを挟むことでこうやって映るんですね。まあちょっとなんか画面小さいけどね。画面画角小さいけど、まあなんかいいアプリがあればできるのかもしれない。確認する方法は、このコントロールズアクセサリーズにあるテスト USB カメラでできます。
これね、そんなに高くないですよ。1000円ぐらいかな。ちょっと、研究してみてください。良い情報あったらコメント欄によろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。お疲れ様でした。